どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、揺れてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2023年25号、ワンピース最新話、1084話、天竜人殺害未遂事件を考察します。この1084話は、超絶神回です。いよいよ、ワンピースの世界の謎が少しずつ見えており、ドキドキしつつ、最終回の足音が聞こえてきて、寂しくもあります。そして3年間考えてきたイム様考察シリーズの数多くの動画と繋がったり読み違えていたり3年分の答え合わせ会です。結論から先に言えば聖地マリージョアとその真裏にあるリバースマウンテンがこの1084話で繋がりました。それは25年前に仕掛けられていました。どういうことでしょうか。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック化の人は多いネタバレを含む内容です。よろしいでしょうか。いきましょう。まずはいつものように話数の理論から考えましょう。1084話の類似話数は84話と184話です。84話では6刀流のハッちゃんとの戦い、3刀流なのに剣がないゾロの剣の話。一方1084話では空の玉座の前に刺された20本の剣のうち剣が1本足りない話。さらに1084話の反転話数481話の扉絵もゾロと剣です。次に184話ではミスター4がウソップの5トンハンマーでペシャンコに。一方1084話ではチャルロス星がレオの尻尾ハンマーでペシャンコになっています。ウソップとレオはもちろんノーランドつながりがあります。さらに184話ではベガバンクの技術の結晶拳銃ラッスーが口から爆弾を発射。一方1084話ではベガバンクが作ったサイボーグのクマが口からレーザーを発射。さらに1084話の反転話数も考えましょう。1084話をひっくり返すと481話影の集合地シャドウズ・アスガルド。スリラーバーグに夜明けが訪れますがモリアは支配している影を自分自身に取り込む。一方1084話では D の話。 D とはずっと言ってるようにドーン夜明けの意味だと考えていますからつながる。そして隠された世界の王イム様が登場。そんなモリアの技シャドウズ・アスガルドのアスガルドとは北欧神話では燃える虹の橋を渡ってたどり着く神々の王国です。虹。こちらの動画ではイム様の能力は全世界で太古から伝わる雨を司る蛇の神虹蛇だと考えましたがどうなんでしょうか。この虹は動画の後半でもつながります。さらにアスガルドではなくミョスガルド星が1084話に再登場しています。以上が1084話の話数の理論です。続いて本編の考察を始めますが今回は考えることが多いので本編はサクッといきましょう。バンゲア城でサボとボニーが遭遇。サボは盗んだ鍵をカラスに預けます。ここでサボは幻の部屋について聞きます。どうやらこの部屋を見た兵士は人知れず消されているようです。幻の部屋とは何でしょうか。イム様がいた部屋は花の部屋ですから我々がまだ知らぬ部屋がパンゲア城にはありそうです。この話はフーズフーのニカの話に似ています。太陽の神ニカについて話した看守が消された話です。幻の部屋とは何かを封印している部屋か。そこにマリージョアの国宝があるのか。時は流れてサボとボニーのお別れのシーン。このシーンの時系列は難しいですがすでにクマを奪還した後のシーンでしょうか。場面が変わって空の玉座へコブラ王が五老星に800年前の歴史を問いかけます。これが1084話の話数の語呂合わせ一つ目。問う藩主。問う藩主でしょう。コブラ王は800年前天竜人にもならずアラバスタ王国からも消えた女王リリーについて五老星に問い詰めます。これが1084話の話数の語呂合わせ2つ目。アラバスタ。アラバスタ。800年前アラバスタを統治していたネフェルタリ家は天竜人にはならずアラバスタに残りました。にもかかわらずリリー女王の情報は消えている。それは空白の100年が関わっている。この矛盾にコブラ王は何かを感じ取っています。そんなリリー女王のシルエットはビビにそっくり。そしてビビも現在失踪中です。それはワポルと共に見てはいけないものを見たのか。幻の部屋で何かを見たのか。またビビは麦わらの一味仲間にはなりませんでした。そう、ビビとリリーは境遇も似ている。
すべてが繋がる恐るべき天才、小田栄一郎。そんなビビとリリーについては動画の後半で深く考えましょう。リリーのその後について五老星は多くを語りません。リリーはアラバスタに帰国したと認識しているそうです。そこでコブラ王は次の質問へ。では D とは？ D の一族について問い詰めるコブラ王。どうやらアラバスタ王家にはリリーの手紙が代々受け継がれており、そこに D について書かれている。これが1084話の話数の語呂合わせ3つ目。伝播するでしょう。場面が変わって社交の広場。再びチャルロス星が無敵奴隷クマを使って白星を捕獲しています。これが1084話の話数の語呂合わせ4つ目。人の恥でしょう。これに深星たちはブチ切れ、ここへ駆けつけたのがミョスガルド星。ミョスガルド星は深星たちを止めて、その代わり麦わら大船団のメンバー八方水軍サイトトンタッタのレオがチャルロス星をぺしゃんこにしました。チャルロス星は死んだのか。これが1084話の話数の語呂合わせ5つ目。あわやしでしょう。1084話のタイトルは天竜人殺害未遂事件。つまり未遂ですから死んではいなそうです。この事件は後に神の騎士団が介入したそうです。そして地中から現れたモーリーが熊を奪還。場面が変わって再び空の玉座。コブラ王と五老星の会話を聞いて現れたのはいるはずがない世界の王、イム様降臨。驚愕するコブラ王。イム様は一言、リリー喋った。イムが喋った。いや、なぜイム様は800年前の人物リリーを知っているのか。それはもちろん不老だから。やはりイム様は不老の存在か。3年前こちらの動画ではイム様と不老とアラバスタについてこのように考えました。こちらです。ワンピースはポーネグリフという石をめぐる神の天敵 D の意志と神の意志との戦いなのです。空の城に住むマスター・オブ・医者のドクター・クレハは空の玉座に座るイム様イコールイム様と表裏一体の関係となっているわけです。ドクター・クレハの特徴といえば140歳なのにやけに若々しく、その口癖は若さの秘訣かいといったものでした。シュガーもドクター・クレハと同じように幼く見えて本当は22歳という大人の年齢であることはコミックスの SBS で明かされています。そしてビビの父親コブラ王がわずか2年でかなり老け込んでいることにも注目です。普通の人間として老いていくということを読者に対比として伝えているかのようです。3年前イム様は自分自身はもちろん天竜人たちの不老も実現していると考えましたが、とりあえずイム様はこの1084話で800年前の人物リリーを知っていそうですから、イム様の不老はほぼ確定でしょうか。そんなイム様とは仏、仏国フランスを表す。これが1084話の話数の語呂合わせ6つ目。ジュバンスでしょう。ジュバンスとはフランス語で若返り、ベルジュバンスで美しく若返るという意味です。1084話の扉絵には美しい女性キャラクターたちと恋が描かれています。恋とは恋が関係しているかもしれません。またイム様のヒントキャラとして元女性説が囁かれるクロコダイルやオカマ王イワン国もイム様と表裏一体だと考えました。イワ様とイム様です。そこからイム様とはオカマだと考えました。イム様はオカマ。しかしこれは何かしっくりきません。イワ様がオカマ王ならイム様はその逆、ユリの王。ユリとは日本では女性同士の美しい恋愛を表します。となるとイム様はレズビアンなのか。しかしこれも何かしっくりきません。そこでリリーについて考えましょう。リリーとはユリの花のことです。ユリ。このユリの花はいくつか伏線が存在します。リリーの祖国アラバスタを狙った男クロコダイルが初登場した時、クロコダイルはユリの花を枯らしていました。クロコダイルはイム様のヒントキャラだと考えました。さらに641話お前はなんだにおいてコブラ王のお見舞いに訪れたビビがユリの花を持ってきています。そんなビビには他にも意味深な扉絵がありました。610話ではアラバスタの風呂で2匹の竜と共に描かれていました。風呂とはフロー。こちらの動画ではアラバスタの扉絵連載ゲダツとゴローが作ったフロとはイム様とゴロー星によるフローの実現を表していると考えました。さらに579話の扉絵ではビビにそっくりな木彫りの人形が登場。こうしたビビに仕掛けられた双子のイメージからこちらの動画ではイム様の本名を考えました。こちらです。なぜならワンピース1話のタイトルはロマンスドーン冒険の夜明け。
ロマンスには冒険という意味の他にも男女間の恋愛や事件という意味もあります。そして76話のサンジ曰く恋はいつもハリケーン。76話ではナミは魔女と呼ばれており、76話のタイトルは寝るです。この時、イム様にビビと表裏一体を感じましたが、どうなんでしょうか。これはもしかすると、ビビに僕が感じていたイム様のイメージとは、イム様ではなくリリーの方だったのか。1084のリリーの影はビビの木彫りの人形にそっくりです。そんな579話の語呂合わせは以前考えましたが、うなぎです。うなぎとは桃之助のあだ名。その桃之助は青龍のコピーの悪魔の実。2匹の双子の竜、ワノ国の総竜図。前回も話したように最終章はワノ国と連動して総竜図が関係してくるでしょう。革命軍ドラゴンと戦う9人の神の騎士団。青龍街道と戦った9人の赤鞘9人男。この組み合わせが表裏一体になっている。その赤鞘9人男の主君は桃之助です。ならば、桃之助とイム様は表裏一体。桃とはアジアで不老の象徴。となると、世界の王イム様は不老。さらに、子供、少女の可能性もあるのか。それは、アキラのように。そして、イム様のヒントキャラクターだと考えたシュガーのように。シュガーもまた、年を取らない存在ですが、ここでさらに狂った理論を語りましょう。ロジャーの目的は世界をひっくり返すことです。ワンピースを見つければ世界がひっくり返るという。つまり逆に言えば現在の世界は天竜人に支配されたままの世界。ひっくり返っていない世界。ひっくり返らせない世界政府。これが1084話の話数の語呂合わせ7つ目。イリバーシ。イリバーシでしょう。イリバーシとは不可逆という意味です。マリージョアはひっくり返せない世界。聖地マリージョアは不動のイリバーシ。不可逆。そのマリージョアの真裏に配置されているのがリバースマウンテン。リバース。ひっくり返る山。そんなリバースマウンテンには双子岬がある。双子。このリバースマウンテンに登場したのはクロッカスとラブーン。そしてビビです。ビビが初めて登場したのが双子岬。これもビビにそっくりなリリーの伏線なのか。いや、もっと考えを飛躍させると、イム様を見て驚いたコブラ王は空の玉座に座る人物がいたから驚いただけでなく、イム様の顔がビビに似ていたから驚いた。イムとリリーが双子の可能性です。イム様はやはりネフェルタリ・イムなのか。いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか？もう少し考えましょう。リリーとはユリの花です。ユリの花とはフランス語でフルールドリス。フランスの古い王家の紋章がユリの花です。フルールドリスはフランス王を表す。つまり、イワ様がオカマ王なら、イム様はユリの王。フランスの王を表している。おそらくそれだけでしょう。イム様はユリ、レズビアンではない。そんなユリの紋章、フランス王で有名なのが、シャルルマーニことカール大帝です。前回の動画では、神の騎士団とは、シャルルマーニ十二勇士がモチーフだろうと考えました。このユリの紋章は、フランス革命が起きる前までフランス国旗に採用されていました。フランスの国旗は、フランス革命によって、現在のトリコロールに変わったのです。そんなトリコロールといえば、こちらの動画、1005話、悪魔の子の考察。このように考えました。こちらです。この声を聞いたジンベエは、ニコ・ロビンは世界的に重要な存在。やはりその知識を狙ってきたか、と言います。これが1005話の話数の語呂合わせ、3つ目、トリコ。トリコからのトリコロールでしょう。トリコロールとは、フランスの国旗、三色旗のことです。フランス革命時には花形の帽章、トリコロールが、フランス革命のシンボルでした。ワンピースにおいて革命のシンボルといえば、ポーネグリフを読めるロビンを、革命軍は、革命の灯火と呼んでいましたから、トリコロールイコールロビンであり、花形の帽章も花々の実とイメージは合致しています。また、以前も考えたように、ワンピースでは数々のフランス革命のモチーフが使われています。例えば革命軍サボの名前の由来は、フランスの労働者の革命の象徴、キグツ、サボが由来でしょう。
不満を持つ当時の労働者が器具を工場の機械に投げ込んで工場を停止させ反発しました。戦後は悪魔の子がロビンの会、そしてフランス革命前の古い王家が百合の花、フルールドリス、そしてフルールといえばロビンの技名です。シエンフルール、ミルフルール、ロビンもフルール、イム様もフルール。こちらの動画ではイム様とはイム、花々の実のロビンとはロビン。イムとロビンは表裏一体の花。神の子イム様と悪魔の子ロビン。そのように考えました。そんなフルールドリスは聖母マリアも表しているそうです。ロビンは鬼ヶ島でブラックマリアと戦っていました。さらにこの百合の花、フルールドリスは実は百合の花という意味なのに百合の花ではないそうです。本当の花の名前はアヤメだそうです。リリーが百合でイム様がアヤメ。双子の可能性。ちなみにブラックマリアと戦ったロビンの服の花はアヤメにそっくりな花、勝負という花でした。イム様とロビンはやはり表裏一体。そしてこのアヤメはギリシャ語ではイリスと言い、それはギリシャ神話の神、虹の女神イーリスを表す虹です。こちらの動画ではイム様は虹蛇だと考えました。そんな虹の女神イーリスの語呂合わせはイーリス103または104です。103話と104話には双子岬にビビが登場している。そんなビビとはミス・ウェンズデー、日本語で水を表す水曜日、水。こちらの動画では太陽の神ニカが登場する前にイム様は雨や水を司る神だとも考えました。虹の女神イーリスは虹を神格化した絶世の美女で虹と空と海を司る女神だそうです。イーリスは空に雲を生むため海水から水を得て虹となって出現するそうです。そんな虹を太古の人々は蛇だと認識していました。それこそが世界各地に伝わる虹蛇だと考えました。そして前回の動画では革命軍 RA とはエジプトの太陽神ラーとつながったと考えました。その革命軍と敵対しているのがイム様であり月の神ウアジャト。ウアジャトはエジプトの蛇の女神です。コブラ王 VS 蛇の女神。ここで注目したいのは扉絵カラーのナミの胸の文字です。ナミの T シャツにはウェザークイーン、天候の女王と書かれています。ナミは天候を操るんだから当たり前でしょ。そう思うかもしれませんが、そのデザインは虹色です。こちらの動画で考えたようにイム様の語呂合わせはイム様。163話です。その163話ではコブラ王曰く天候は神の営み。ナミやビッグマムのようにイム様もやはり天候を操れる可能性。それこそが虹の女神イーリスと蛇の女神ウアジャとの掛け合わせ、虹蛇なのか。話を再び双子岬のビビに戻しましょう。ビビの当時のパートナーはミスターナインです。9人の神の騎士団。そのビビとミスターナインが狙っていたものは巨大なクジラのラブーンの肉でした。こちらの動画ではラフテルとはクジラに飲み込まれていると考えましたが、どうなんでしょうか。そんな双子岬のラブーンの腹の中にはクロッカスがいました。クロッカスも花の名前です。そしてクロッカスとはアヤメか。アヤメです。イム様とつながるアヤメ。イム様とクロッカスがつながる。そんなクロッカスは繊維でした。そう、イム様。3年前、イム様のヒントキャラクターはドクタークレハだと考え、イム様イコールイム様だと考えました。そして今回、繊維クロッカスともつながった。そしてクロッカスはなぜかラブーンの中に絵を描いていました。幻の部屋？これも何かにつながりそうです。一旦まとめましょう。800年以上前の人物、アラバスタの元女王リリーはビビに瓜二つでしょう。さらにかすかですが、イム様とリリーが双子の可能性もある。さらにリリーといえばアマゾンリリーです。こちらの動画でイム様のヒントキャラクターだと考えた女帝ハンコックは女だらけの島アマゾンリリーの女王です。リリーとリリー、もしかするとアラバスタから消えたリリーがアマゾンリリーを作ったのか。このヒントはユダにありそうです。3年前このように考えました。こちらです。こ
この毒を持った海蛇ユダは海王類の天敵で、海王類が近づいてこないためカームベルトを移動できるそうです。尿河島はカームベルト上にある珍しい島であり、原作でカームベルト上に存在した人が暮らす場所は尿河島と海底監獄インペルダウンだけなのですが、注目したいのはユダというネーミングです。ユダといえば神の裏切り者の代名詞、イスカリオテのユダでしょう。最終的にはイエスを捕らえる側に回りました。つまりカームベルトを移動できるユダとは神の裏切り者のイメージの名前なのです。このユダも双子の蛇です。アマゾンリリーの別名はクジャです。リリースも蛇で、イム様も蛇か。そして双子といえばローラとシフォンです。球根のローラは恋を表すキャラクター。そして恋といえばアマゾンリリーの女王ハンコックが恋をしたのはルフィ。ルフィは D の一族。現代に現れたジョイボーイの再来となると、もしかしてだけど手紙の D とはジョイボーイなんじゃないの。800年前のリリーはジョイボーイに恋をした。だからアラバスタには戻らなかった可能性。それはまるで元アマゾンリリー皇帝百薬のように。百薬も花の名前です。アマゾンリリーの女性たちは皆花の名前がついていました。そして美人を表す日本のことわざに、立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花、そんなことわざがあります。芍薬とリリー、百合の花はつながる。つまり800年前ジョイボーイに惚れたリリーはアラバスタには戻らなかった。なぜなら恋はハリケーン。ここで再び双子のローラに戻りましょう。球根のローラも恋がしたくて国に戻らなかった女です。球根のローラもリリーのヒントキャラなのかとなると、シフォンはイム様を表す。シフォンはおかみさんと呼ばれていました。おかみさんとはおかみさん、神イム様を表すのか。そしてここでさらに1084話の反転話数を使いましょう。1084話をひっくり返すと481話、シャドウズ・アスガルド、人々の影、夜明けを奪う月光モリアはイム様を表している。そのモリアと敵対したルフィはジョイボーイ。ならばこの時ルフィを手助けしていたのがローラです。ローラはハンコックのようにルフィに振られていましたが、つまり800年前のアラバスタの女王リリーはイム様の双子の可能性。イム様とは考察したようにネフェルタリ・イムなのか。そしてリリーはジョイボーイに惚れて自分とそっくりなイム様と戦っていた。それは空白の100年の間に。空白の語呂合わせは空白。989話、扉絵には寝ている双子のローラとシフォン。双子とは表裏一体。ワンピースでは最重要です。その空白の100年から時は流れて800年後の今、自分とリリーに瓜二つのビビが現れたのか。扉絵にビビが描かれた1023話瓜二つでは、その昔マリージョアよりも前に存在した神の国について語られました。これはおそらくイム様と天竜人たちが古い神たちを聖地マリージョアから追い出したのでしょう。それこそが100年戦争、空白の100年に起きた戦いか。その戦いにリリーとジョイボーイがいたのか。そしてもちろん800年前から来た光月時も関係してくるでしょう。光月時の予言、月は夜明けを知らぬ君、旗と背を編む月夜に9つの影を落とし、まばゆき夜明けを知る君となる。この予言はまだ終わっていません。ワノ国からカイドウが消えても、世界政府非加盟国であるワノ国に夜明けは訪れていない。光月おでんの願い、開国は成し遂げられていない。ワノ国に未だに眠る古代兵器プルトン。それを記した石がアラバスタにありました。800年前から逃げてきた光月時と800年前の人物リリーはつながりそうです。見てておでんさん、20年後の未来。以上です。続いては次回1085話の展開を話数の理論から予想しましょう。1085話の類似話数は85話と185話です。85話は3頭竜対6頭竜、ゾロとハッちゃんの戦いですが、何と繋がっていくのかわかりません。
次に185話は並走。ここではミスメリークリスマスのモグラ塚の話。ここと繋がるなら、モーリーがクマを連れて地中からマリージョアを脱出した話か。さらに1085話の反転話数も考えましょう。1085話をひっくり返すと、581話、忍び寄る未来、頂上戦争の終結、白ひげがなくなり、黒ひげがキーマンになるという話ですが、581話は重要なキャラクターが多すぎて、これもどう繋がるのかよくわかりません。そんな1085話の話数の語呂合わせ予想は、とわの子。とわの子というのはどうでしょうか。引き続き、不老の存在、イム様の話なのか、他にも、重箱、人の番号、人の用語などが考えられます。以上です。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどがあれば、コメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。